皆様こんにちは。今回は首都圏の JR の路線図を取り扱いますが、その前に東京の路線のことをあまりご存知でない方に少しだけ東京の路線について解説します。JR 東日本のホームページでは次の路線図が公開されています。少し見てみると、一つの路線に複数の運転系統が設定されていることが多いということがわかります。例えば、東京と品川の間には山手線、京浜東北線、東海道線、横須賀線の4つの運転系統が設定されています。なお、右の新幹線を除くと、この区間には5本の線が引かれていることになりますが、これは東海道線にはさらに細かい分け方があるためです。東海道線には新宿経由高崎線直通の列車、上野経由宇都宮高崎常磐線直通の列車、そしてこれらの路線に直通しない列車の3種類があります。このうち1つ目の経路は湘南新宿ライン、2つ目は上野東京ラインと呼ばれ区別されているのです。上野東京ラインは品川東京の区間を通るため、先ほど紹介した4系統の線だけでなく5本目が引かれているのです。この路線図には一切書かれていないことがあります。それは速達列車の停車駅です。例えば、京浜東北線には快速があり、新橋・有楽町には停車しないのですが、このことは一切路線図に書かれていません。他にも多くの運転系統において列車種別が分けられており、停車駅がバラバラです。そこで、これらを1枚に表した路線図をご紹介します。それがこちらです。なお、この路線図には特急やライナーについての記載はありません。すべて普通列車や快速などです。細かく見るまでもなく、都心付近には山手線を包むように非常に多くの種別が設定されていることがわかります。もう少し見てみると、千葉方面、水戸方面、宇都宮、高崎方面、高尾方面、熱海方面の5方面に多くの種別が設定されていることがわかります。それでは、都心と5方面を中心に、この路線図を細かく見ていきます。まず、都心部を見てみます。内側の線を走るのは山手線で、終日3分から5分おきに運転され、主要な駅を結ぶ重要な路線です。そんな山手線も、そして山手線しか止まらない原宿や高田馬場などの主要な駅も、この路線図では弱々しくなってしまっています。ちなみに、この路線図では、停車を表す丸のうち、同じ駅の同じ運転系統に属するものはつなげてあります。次に、千葉方面を見てみます。下側にあるのが京葉線で、この通勤快速の停車駅がいかに少ないかがわかります。また、武蔵野線からの直通列車には、確定の他に、下宇佐号があります。その北にある総武線の運転系統は、確定系統 JB と快速系統 JO の2つに分かれており、線路も別で、都心側の起点も別です。快速系統は、君津方面、上総一宮方面、鳴門方面、成田空港方面など、様々な方向に分岐しますが、JO の路線記号が付けられているのは、成田空港方面だけです。確定系統は、ラッシュ時に限り、地下鉄東西線に乗り入れます。水戸方面を見てみます。常磐線には、駅などの案内では、快速系統の特別快速、快速と、確定系統の各駅停車があります。しかし、時刻表では、特別快速、快速、普通、各駅停車に分けられます。快速、普通は、停車駅には差がありませんが、車両と運転する区間、グリーン車の有無が異なります。また、確定は、綾瀬から地下鉄千代田線に直通します。先ほど言及した5方向のうち、常磐線は、確定系統が東京の中心部で完全に JR でない路線になります。北千住で快速系統に乗り換えるには、地下から地上に移動しなければなりません。この点は、常磐線の不便なところとして指摘されることが多いです。高尾方面を見てみます。
中央線の快速は種類が多く、快速、通勤快速、中央特快、青梅特快、通勤特快に加え、土曜、休日に数本だけ運転される、ホリデー快速奥多摩、秋川があります。ホリデー快速の停車駅は、中央線内では青梅特快と同じですが、青梅線では、他の快速よりも上位の種別です。この路線図では、青梅特快と同じ線で表しています。確定系統の一部は、地下鉄東西線に乗り入れますが、こちらは終日行われています。ちなみに、少し前までは、各駅停車が東京とお茶の水の間、および三鷹から先にも直通していましたが、2020年の3月に、快速系統と確定系統が完全に分離されました。宇都宮・高崎方面を見てみます。同じ宇都宮・高崎線でも、新宿を経由して東海道・横須賀線に直通する湘南新宿ラインであるかどうかで、種別の名前が大きく異なります。高崎線の例を挙げると、上野東京ラインと東海道線への直通のない列車には、普通、快速アーバン、通勤快速があります。しかし、湘南新宿ラインには、高崎線の各駅に止まる快速と、通過駅がある特別快速があります。最後に、熱海方面を見てみます。先ほどまでの中で、一番複雑であると思われます。横須賀線、湘南新宿ライン、相鉄直通線は、実は、すべて鶴見を通ります。冒頭でご紹介した公式の路線図には、そもそも鶴見を通らないような書き方をしていますが、これらの列車は鶴見を通過しているのです。また、東海道線の通勤快速は、横浜駅を通過します。公式の路線図はこのことを反映していませんが、大都市の大規模な駅を通過する列車が書かれているのは少し不思議な感じがします。ここからは、運転系統ではなく、正式な路線名の話になりますが、東京から横浜、熱海と続く神戸までの路線は、山手線、京浜東北線、横須賀線の一部、そして鶴見と羽沢横浜国大の間も含めて、東海道本線を正式名称とします。さらに、路線図に書かれている列車に加えて、ライナー、特急も走ります。東海道本線で、いかに複雑な運行が行われているかがよくわかります。以上が JR の東京の普通、快速などを種別ごとに分けた路線図でした。この路線図の画像の URL を説明欄に掲載する予定ですので、路線図の確認や保存にご利用ください。これで今回の動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。